今回は岩谷のタフマルジュニアの紹介だよ。アウトドアに使えるカセットコンロ、結構前から出ているけど未だに売れ続けている人気商品。その理由はこの風防ユニット。鍋を置くとほら風で火が消えることがない。でも空気は通す。でもって普通のカセットコンロはこんな感じだけど、こいつは多孔式バーナーなので火が消えにくい。キャンプ用バーナーみたいだね。ケースまでついてお得。実際に外で比較してみると普通のコンロは火が消えてもタフマルジュニアは消えなかった。カセットは岩谷のカセットを使おうね。他のカセットも形状が同じで使えるんだけど何かあってからじゃ遅い。岩谷の製品は岩谷のカセットを想定して作っているからね。大きいタフマルと比べると火の熱がカセットに行かないようバーナーの位置がちょっと外。欠点はね、五徳がちょっと滑る感じなんでそこは気をつけよう。今回は岩谷のタフマルジュニアでした。今回は太陽光と USB で充電できるソーラーエアポンプの紹介だよ。 Amazon で2000円から3000円くらいで売っているよ。これはソーラーパネルがついているエアポンプで水槽などでお魚さんが酸欠にならないように外の空気外気を水の中に送り込む商品です。停電とか電気が使えない時の水槽の非常用として使ったり、釣りなどで釣った魚や生き餌などを生かしたい時に使える商品だと思います。自分は釣りで生き餌が弱らないように購入。でもこの手の商品は Amazon 特有の当たり外れがあるから気をつけてね。こいつはずっと酸素を送り込むモードと10秒の間に2秒休んで8秒動く間欠モードがあるよ。ソーラーなのでエンドレスで動くかっていうとそうではない。あくまで補助的に作動時間を長持ちさせる程度だと思ってね。間欠モードでつけっぱなしだと2晩動作しました。電気を使わずソーラーのみで充電試したら充電完了するまで4日かかりました。今回はソーラーエアーポンプの紹介でした。今回は車のハンドルにピタッとはまるすぐに使えて便利なナポレックスのワンタッチテーブルの紹介だよ。お値段は2000円ぐらい、サイズは42の21。とっても軽い。でも当たり前だけど課題。付け方は簡単。ハンドルにはめ込む以上。結構しっかりしている。ハンドルカバーがあるとつかないかもしれないので確認してね。ハンドルの形状によってつかない場合はハンドルを回してつけてみよう。大きいタブレットやノートパソコンにも使える。タッチペン置き場もある。でも個人的にはない方が良かった。反対につけるとお食事テーブルに変身。今までは膝に乗せていたがこれなら楽ちんだ。でも耐荷重は3キロなので気をつけよう。膝にぶつかることもない。でもお腹が出ている人はテーブルが当たって窮屈かもしれないので注意してね。食事やリモートワークに最適。今回はナポレックスのワンタッチテーブルでした。 USB と太陽の光で充電。雨が降っても普通に使える。携帯の充電などモバイルバッテリーの代わりになる。緊急時や災害時に役立つライト。明るさは800ルーメン。パソコンから充電できてスマホに充電できる。防災用だが夜釣りや DIY キャンプでも使える。ハイだとしっかり明るく、ローだと長時間使える。コンパクトで持ち運びに便利。置いたり吊るすことができるので停電時や屋外作業に活躍。エルパの充電できるライト。冬のキャンプにもってこい。シュラフに入れればこたつに変身。豆炭1個で長時間温かい。豆炭は大正9年に発明。そしてついに昭和30年代に豆炭安価が登場。昭和時代民衆を虜にした名品。昭和に平成令和と3世代を股にかけ活躍中の豆炭安価。世の中はエアコン、床暖、セラミックヒーターなど様々な暖房機が勢ぞろいの中、まさかの先祖返り。密かなブームでシェア拡大中。停電起きてもこいつは無関係。懐かしすぎて逆に新しい。ちびまる子ちゃんも応援。三つ鱗豆炭アンカー。